本当に売れる理由がよくわかるバイクで、川崎 Z900RS1 年レビュー。所有欲がやばいです。このバイクは悪い何かをにやりとさせるものか。はい、減速しっかりと路面を噛んで頭を焼かれています。梅雨明け間近の関東、ここは東京と山梨県の境、丹波山村。日差しが強いですが標高高いプラス心地よい風が吹いているのでとても過ごしやすいです。本動画をご視聴の皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。初めましての方は初めまして、 NNN です。さあ今日はですね、こちらのバイクに乗っております。はい、私の愛車川崎 Z900RS、ブルーとブラックの色、いわゆるブルーボールカラーでございます。ちょうど1年前ですね、こちらのバイクの、納車レビュー &5000 キロレビューの動画を上げさせていただきました。あの動画を投稿してから1年が経ちました。というわけで今日やっていきます。 Z900RS1 年レビュー、どうぞお付き合いください。はい、というわけでですね、1年間乗らせていただきましたこちらの Z900RS なんですけれども、細かいスペックとか乗り味とかは、向こう3本も動画を上げさせていただきましたので、もうここは本当に簡単なところだけ紹介します。はい、まずエンジンです。エンジンは水冷並列4気筒 948cc 馬力111馬力のエンジンでございます。はい、でこちら前輪の部分ですね、ブレーキは、ダブルディスクブレーキでございまして、倒立フォークでございますね。で後ろは、シングルディスクブレーキ、そして、チェーンの駆動という感じでございます。はい、で純正から変わっているところとしましてはこれですね、シートです。私のこの Z900RS は2024年モデルなんですけれども、2026年モデルでいうのかな、そこからシートが新しくなってすごいふかふかになりました。なんでこれシートだけは、2026年モデルのシートを使っております。はい、そしてこのバチクソにかっこいいメーター周りでございますね。もうこの令和のご時世アナログ二眼メーターですね。真ん中にちょっと液晶モニターはついてるんですけれども、それでもこのスピードメーターとタコメーターはがっつりアナログメーターという激渋なですね、このハンドル周りというところでございます。はい、そして前を見てみると、はい、丸目一灯のライト、ザ・ネイキッドって感じがします。これもめちゃくちゃかっこいいですね。そしてもうこの見た目でございますね。もう往年の Z ザ・ネイキッドバイクというこのドストレートなデザイン、もうこんなの打ち抜かれないわけがないですね。はい、というわけでですね、早速乗ってみて1年レビューさせていただきます。よし。はい、というわけでですね、今ヘルメットにカメラを装着いたしましたので、早速1年間乗ってきたこちらの Z900RS 1年レビューしていきたいと思います。というわけで今日もですね、1日順調なレビューが予想されると思いますので、こちらのインカメを起動して進みましょう。はい、ポチッとはい、撮れておりますでしょうか。改めまして本動画をご視聴いただきありがとうございます。 NNN でございます。はい、では Z900RS またがっていきましょう。失礼いたします。よっこいしょい。シート高なんですけれども、私の乗ってる2024年モデルは純正シートだとシート高 800mm になります。ただですね、シートをちょっと変えましたので、10mm プラスされているので、このバイク自体の、シート高は810mm というところですね。そして車重が215キロですね。決して軽くはないんですけれども、極端に重くない。なんで一般的な大型バイクの重さなのかなというところでございます。それではエンジンをつけて参りたいんですけれども、皆さん、イグニッションオンにしたこれを見てください。はい、アナログの針がこうなってこうなる。まずここでもう、なんて言いましょう。やる気にさせるんですよね。じゃあというわけで、エンジンつけます。はい、もう Z900RS にやられる人、どういうところでやられるかっていうと、絶対ポイントここだと僕は思ってます。じゃあ早速走ってってみましょう。車来てないですか？来てないですね。行きましょう。いやー、もう本当に売れる理由がよくわかるバイクでございます。はい、というわけで走り始めております川崎 Z900RS1 年レビューを開始していきたいと思います。
でですね、まず1年間所有しての感想なんですけれども、ですね、もう所有欲の刺激がやばいです。この Z900 レース、じゃあ乗るべってなって、かかってるカバーを取りますと、まずその瞬間からいまだにこのバイクかっけーって思っちゃうんですよ、私。はい。でまたがると、もうこのですね、視界に入ってくるこのメーター類ですね、もうそれを見てまたもうテンションがもうガチ上がりしちゃうんですね。そしてエンジンを吹かそうもんなら、先ほどのこの4気筒の超のぶとい音が響き渡るわけです。私別に音フェチとかではないんですけれども、この Z900RS に関してはもう本当にフェチになってしまうんじゃないかってぐらい音はいいです。もうこの見た目、本当にこの旧車かってぐらいの、本当にこの昔の Z のバイクをオマージュしたようなまさに見た目なので、もう本当にかっこいいんですよ。でそれでいて、またがったらちゃんとこのライダーの視界に入る世界観も全く崩さないと。もう当時乗ってたらここのアナログの二眼メーターが目に入ってくるだろっていうようなですね、もうそういうような作り込みに打ち抜かれてしまうわけなんですね。はい。でそして走り出しです。走り出したらですね、この川崎のこの伝統のもう4気筒 900cc の4気筒ですが、もうこのパワーがですね、遺憾なくもう発揮されるわけなんですね。当然ですね、このエンジンっておそらく下道では使い切れないんですよ。言うても111馬力で、最高速はやったことはないんですけど、メーターは240キロまで刻まれております。で海外の最高速の動画とかを見ると、やっぱりですね、この220から240キロぐらいはしっかりと出るバイクなんですよね。当然そんなパワー使い切れないのに、でもいざという時はそういうパワーが発揮されるバイクに乗ってるっていうところも、この所有感満たされるわけなんですよ。はい。なので冒頭申しました通り、所有欲がやばいです、このバイクは。はい。で続きましてですね、乗車姿勢というところなんですけれども、この Z900RS の動画1個前にですね、快適化計画なる動画を出させていただいたと思うんですけれども、その中でですね、この Z900RS で直したいところがいくつかあるというふうにご紹介をさせていただきました。でその中で、そこまでコストがかからずに手をつけられるところというところで、シートとこのハンドルですね、そこを変えました。まずハンドルなんですけれども、ハンドルは FX の Easy Fit Bar Plus というハンドルに変えております。でそのハンドルも純正の位置から少し手前に、下げている位置でございます。そうすることによって純正のハンドルで感じてたこの肩の突っ張る感じっていうのがなくなったのでですね、この上半身周りはとても楽になりました。で続いてシートです。2024年モデルまでの純正のシートですね、それはもう硬かったんですよ。そんな折ですね、新しい2025年モデルの Z900RS ですか、このシートも、10ミリだけプラスしたんですけどふかふかになるよみたいなですねシートになったので、このシートだけ取り寄せて、装着をいたしました。もうこの効果は前の動画でも申した通り絶大です。前のシートに感じていたシート肩お尻痛っていう感じが、ある程度どころじゃないですかね、なくなりましたね。当然どんなバイクでも乗ってるとお尻って疲れてきたり痛くなったりするんですけど、それはあります。でも不必要な硬さがなくなったことによる快適さっていうのはものすごい効果があったなって思ってますので、なのでこの辺の乗車姿勢に関してはもう文句ないレベルになったかなと私の中では思っております。はい。で続いてこのパワー感っていうところなんですけれども、先ほども申しました通りもう下道を走る分には全く文句ないパワーです。むしろ持て余します。下道で使い切れる人がいるとしたらもうめちゃくちゃこのなってみましょう飛ばす人なんじゃないかと思いますので、このパワー感的な部分で文句のある人はいないんじゃないかと思います。ただスロットルレスポンスがですね、結構こんな感じで分かります、過敏に反応するのでですね、ふとこのスロットル操作をちょっと誤った時に2速とか1速とかでいきなりドーンって出たりするので、そこでですねちょっと怖い思いをしたことっていうのはありますね。ただこのスロットルレスポンスの特性、私はちょっと分かんないんですけど、昔のキャブ車みたいっていう風に言う方もいらっしゃるんですよ。なのでやっぱりこの特性っていうのもあえて狙って作ったのかなっていう風に思うところであります。ただそういう特性はしっかりあるので、苦手な方は試乗して乗ってみた方がいいかなと思います。私はもう、慣れちゃいましたし、例えば前道替えでよっしゃ飛ばしてやろうって時に、ひねるとこのガクンっていうのと合わせてグオーっていくんでですね、そこがものすごいテンション上がってしまうんですよねもう。はい。なのでですね、この Z900RS 私の中のですね悪い何かをにやりとさせるものが
あるんですよ。本当はいけない、分かってても、でも抗えないみたいなですね、悪い何かを刺激されてしまうんです。どうなんでしょう、 Z900RS 乗りの先輩方はい、というわけでですね、この Z900RS に関して、当然納車したばかりの頃は不満点とかはあったんですけれども、それをですね、こう一つ一つこう潰していってですね、どんどん快適にしていってるというところなので、現在その致命的に不満に思っているというところは、私の中ではないかなと思います。強いて言えば買いたいところはある、でも必要に迫られているところではないというような感じですね。はい、というわけでですね、こちらの Z900RS、1年間ですね、ちょっと乗ってみた感想みたいなところを、簡単にお話をさせていただきました。続いてはですね、ちょっとこの Z900RS ワインディングを走らせたらどうなるのかやってみたいと思いますので、一旦動画を止めさせていただきます。はい、というわけでやってきましたワインディング道路ですね。皆さんこの橋見覚えありますよね。そうです、奥多摩周遊道路です。奥多摩周遊道路をこの Z900RS で、走ってみたいと思いますけれども、はい、今日休日です。休日の奥多摩周遊道路はですね、マジで戦場なので超安全運転で私行きますのでよろしくお願いいたします。さあまず一番初めのコーナーちょっと減速をして、よいしょっと、はい、簡単にですねこんな感じで曲がってくれます。よいしょっと、はい、決して軽くはないんですけれども、じゃあ本当に重くて曲がりづらいかっていうと全くそんなことなくてですね、とてもヒラヒラしてくれます。こちらカーブですね。はい、減速こんな感じで、はい、そして切り返してのこっち側、はい、こういう感じですね。やっぱり前の動画でも申し上げました通り、中身は川崎のスーパーネイキッドバイクの Z900 なので、それの側をですねこういうような旧車風のものにしたというところなので、中身はもうアスリートなんですよ。はい、減速コーナー、しっかりと路面を噛んで曲がってくれる以前投稿した納車レビュー &5000 キロレビューの動画でですね、この Z900RS 私とんでもない化け物を手に入れてしまったというふうに申しておりましたけど、やっぱりそれはですね私の中では変わらないですね。もうこういうような風な走ってしまいますと、当然ですね初めて大型を買ったというところのバイアスもしっかりかかってるんですけれど、もういいです。もうそのバイアスに溺れていいです。それはもうそのバイアスがかかってたとしても、もう本当にこの化け物だと僕は言いたいです。奥多摩周道路はこういうですね中低速のコーナーがメインの道路なんですけれども、そんな中でもですねもう本当ものともせずですね、その中をこうもうさささって獣みたいに駆け抜けてくれます、この 900RS は。はい、つくよみ第一駐車場のこのヘアピン、よくしょい、素晴らしい、本当に楽しい、本当に楽しい、本当に楽しい 900RS は。はい、というわけでですね、贅沢にもワインディング道路奥多摩周遊道路を Z900RS で走らせていただきました。申し上げました通り全く問題ないどころか死ぬほど楽しいですはい、で最後ですね、この私の持ってるこの Z900RS の2024年モデルのこのブルーボールくんですね、これ高速道路そういえば走ってなかったなって思いましたので、ちょっと高速道路まで行ってみたいと思います。それでは高速のインターの入り口までお別れでございます。はい、というわけでですね、高速道路の入り口やってまいりました。こちらはですね、圏央道のあきる野インターチェンジでございます。こちらの Z900RS のこの2024年モデルブルーボールくんですね。はい、高速道路乗ったらどんな感じかちょっと行ってみたいと思います。さあ、それでは圏央道本線に合流いたします。それでは右にウインカーを出してちょうどここに入ります。はい、合流で今ギアを6速にしました。はい、というわけで今ですね時速は80キロちょうどというところです。レッドゾーンが1万回転からなのでもう半分以下の、パワーで走れてしまうというところでございますので、高速道路はもうパワーを申し分はないです。ただもちろんネイキッドバイクでございます。もう再三言っています通り、風防がないので走行風もろ体にきます。やっぱですねどうしてもこの80キロから上100キロ110キロ120キロとかになってくると本当にですねもう体に当たる走行風で
気づくとですね、すごい上半身が疲れてることがあるんですね。で高速道路自体もですね、本当に4気筒の、しかもなおかつもうこの3000回転ぐらいなので、振動はもうほぼないに等しいです。なんか奥の方で少しこうなんか細かく震えてるかなみたいなのは、ハンドルには感じるんですが、2気筒とか単気筒みたくビリビリくるようなものでは一切ないのでですね、こういうところでも手がしびれるなんてことはないです。やっぱりこのウィンドシールドやこのカウルなんかがないとですね、80キロぐらいでこんな感じでまったり低い回転数で走るのが快適ですね。なんかそう考えると、じゃあこんな 900cc もパワーいらないじゃんって思うかもしれないんですけれど、私ですね、やっぱこのパワーのあるバイク乗ってよかったなと思うときは、例えばこういう高速道路での追い抜きとか急な操作を強いられるときですか、やっぱりですね、これだけパワーがあるともうやりたい動作っていうのを一瞬でブワーンブワーンともうキビッキビッっていう風にできます。特にこういう高速道路みたいな80キロ以上の速い速度が強いられる場面だと、よりそこは顕著ですね。はい、というわけで走ってまいりました、こちらの川崎 Z900RS 1年レビューというところで、もうなんかもう好き勝手喋らせていただきましたけれども、もうですね、この Z900RS もう真正のバイクですね。本当にもうなんて言いましょう、なんか乗っててにやける点がものすごい多いっていうか、もうパワーもまず申し分ないですね。もう、948cc111 馬力のエンジン、はい、もう絶対にもう日本のこの行動においては絶対に持て余します。でもその持て余すほどのパワーを実は持ってんだぜっていうところで、やっぱちょっとなんですがにやけるポイントが一つある。そしてもうこのサウンドですね。もうこのシルキーでのぶといこの上質な川崎伝統の4気筒、もうそれが股下でうなってるっていうところでもまずにやけますし、そしてもうこの見た目ですよね。この往年の川崎のネイキッドバイクが現代に復活したような、もうこのスタイル、もうほんと見てるだけでまずもうにやけですよ。そしてもう何て言いましょう、細かい点かもしれないですけど、このアナログ2眼メーターですね。乗ってこのライダーから見る視点ももうかつてのバイクを彷彿させる世界観を全く崩してないんですよ。そしてもうこれは本当にごく個人的な好みです。色、この青、もうドンピシャのこの青のカラー、もうこれがかっこいい。私が買う決め手となったのはこのカラーです。というわけでですね、もう本当にもう所有欲の刺激がすごい、がっつりこの Z900RS という世界観に引き込まれる魔性のバイクでございます。なので私はもう完全に頭を焼かれています本当にぜひ気になった方はもう試乗してみてください。なんだったらもう1泊2日でも3泊4日でもレンタルしてがっつり付き合ってみてください。当然ね、俺に合わないなって人はもうそれでもいいと思います。でももうやばい、何この世界がもう好きってなった人はその感性に従ってぜひ手に入れて素晴らしい 900RS のバイクライフを送ってみてください。はい、というわけでですね、全然まとまらない1年レビューとなってしまったんですけれども、しばらくは長い付き合いになりそうなので、これからも私大事に乗っていきたいと思います。引き続きですね、この Z900RS の動画を撮っていきたいと思いますし、エリミネーターの動画なんかもですねしっかり撮っていきたいと思いますし、レビュー動画もちゃんと撮っていきたいと思います。楽しみがいっぱいだぜ。というわけでこちらの方で動画を締めさせていただきたいと思います。はい、もうすぐですね梅雨明けそうです。もうですね熱中症のシーズン到来になりますので、しっかり水分補給をして快適で楽しい、バイクライフを皆さん共に送っていきましょう。それでは NNN でした。こちらでお別れでございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。